レッスン1、体操の動き。バーに戻り、後ろに跳ねると頭は空を向いています。難しい体操の動きのようですね。はい、ボディがボディの中央でバーの上をアーチ状に曲がっているからです。そのために必要な強さと柔軟性に感心します。そのようなテクニックを習得するには多くの練習が必要です。その動きを完璧にするのがどれほど難しいか想像もつきません。体操選手がルーティンを披露するのを見るのは印象的です。絶対に。彼らの献身は刺激的です。一緒に観戦する体操競技を見つけよう。レッスン2、最近の変更。調子はどうだった？素晴らしかったよ。最近、新しい趣味を始めようと決めたんだ。それは面白そうですね。どんな趣味を選んだの？私は絵を描くことを決心しました。絵はいつも私を魅了してきました。絵を描くことは自分を表現し、リラックスする素晴らしい方法です。絶対に。キャンバスにブラシをかけるのはとてもリラックスできます。まだ何か描いたの？はい、ビーチの風景を作りました。予想以上に良かったです。それは素晴らしい。いつかあなたの作品を見てみたいです。レッスン3、タータンヘリテージ。スコットランドの伝統を代表するユニークなタータンについて知っていますか？はい、タータンにはそれぞれ独自のストーリーと家族とのつながりがあります。このようなパターンが歴史とアイデンティティをいかに象徴できるかは魅力的です。まさに、タータンは先祖の品を身につけているようなものです。スコットランドの遺産のもう一つの有名な部分は、バグパイプと呼ばれる楽器です。バグパイプの音は象徴的で、強い感情を呼び起こします。音楽がタータンのように物語を伝えることができるなんて驚きです。タータンの歴史とバグパイプの歴史についてもっと知りたいです。スコットランドのフェスティバルへの訪問を計画しましょう。素晴らしい経験になるでしょう。レッスン4、ヨルダンを理解する。ヨルダンを2つの意味で考えるのがおそらく最善でしょう。どういうことだ？信じられないほどの運動能力を持つ人として、またアスリートとして。それは理にかなっています。彼のスポーツにおける業績は実に驚くべきものだ。はい、そして彼の影響力は陸上競技だけにとどまりません。彼は数えきれないほどの人々に夢を追い求めるよう促してきました。まさに、彼の労働倫理と決意は立派です。誰かが自分のプラットフォームをうまく利用しているのを見るのは気分が高揚します。絶対に、彼はいろんな意味でロールモデルだ。レッスン5、経済システム。共産主義は多くの点で邪悪なシステムであることは事実です。はい、それには欠陥があり、重大な課題が生じています。しかし、それにより、特定の状況下でも経済発展を遂げることができます。これは興味深い視点です。進歩は様々なシステムから生まれます。
結果と影響を批判的に評価することが不可欠です。絶対に。様々な経済システムを理解することは学ぶのに役立ちます。私たちは常に改善と革新に努めるべきです。同感です。これはさらに議論する価値のある複雑なトピックです。これについてもっと読んで、様々な視点を探ってみましょう。レッスン6、アチーブメントを書く。これまでに誇りに思っているストーリーを書いたことはありますか？はい、最後に意外なひねりを加えたミステリーストーリーを書きました。それは興味をそそられます。この曲を書こうと思ったきっかけは何ですか？私は昔からミステリーを読むのが大好きだったので、自分でミステリーを作りたかったのです。それはあなたの情熱を書くのに向ける素晴らしい方法です。プロットとキャラクターを開発するのはやりがいがありましたが、やりがいがありました。想像できます。あなたのお友達はあなたの話にどう反応しましたか？彼らはそれが大好きでした。彼らのフィードバックは、私が書き続けるモチベーションになりました。それは素晴らしい。いつか読みたいです。レッスン7、カスタマーアシスタンス。仕事では主にお客様のお手伝いや電話対応をしています。それは面白そうですね。あなたにとってやりがいがありますか？それとも簡単ですか？どちらでも構いません。ある日は他の日より簡単です。様々な性格との付き合いがいかに難しいかがわかります。まさに。それには忍耐力と優れたコミュニケーション能力が必要です。定期的に直面している特定の課題はありますか？時々、お客様が動揺することもあるので、落ち着かせるのが私の仕事です。それはかなりストレスが多いに違いありません。どうやってそれを管理するの？私は彼らに共感し、解決策を提供するよう努めています。レッスン8、ダンサーの褒め言葉。昨日、ダンスのレッスンを受けましたが、なかなかの経験でした。インストラクターはあなたのパフォーマンスについて何かフィードバックをしましたか？彼は私が初心者にはいいと言っていましたが、正直なところ、彼は礼儀正しいだけだったと思います。インストラクターは、特に生徒に可能性を見出したときに、生徒を励ますのが一般的です。確かに、でも本当に基本に苦労したような気がしました。誰もがどこかで始めるので、改善には時間がかかることを覚えておくことが重要です。そうだね。新しい動きを覚えるのはやっぱり楽しかったよ。まさに、プロセスを楽しむことが鍵であり、小さな一歩一歩が進歩につながります。練習を続けるためだけに、もうすぐ別のレッスンを受けるかもしれません。レッスン9、自然の不思議。最近、屋外で過ごす時間を増やしたいと思っています。それは素晴らしいですね。どこから始める予定ですか？まだよくわかりません。多分あなたの庭の日当たりの良い場所を選ぶべきでしょう。特に今、すべての花が咲いているので、それは完璧な場所でしょう。良い本を持ってそこに座っていたらどんなにリフレッシュできるか、もう想像できます。はい、鳥のさえずりの音を聞くとさらに楽しくなります。私は自然が大好きです。自然は心を落ち着かせる効果があります。もちろん、
自然とのつながりは精神を充電する素晴らしい方法です。私は間違いなくそれを週末の計画にするべきです。レッスン10、フォームへの記入。新しい仕事のために記入しなければならない書類があります。手伝ってもいい？時には少し圧倒されることもあります。はい、お願いします。ID カードをコピーしてもらえますか？もちろん。財布の中にあるよ。私が取ってあげよう。ありがとう、形式的なことだけど、全部ちゃんとやりたいんだ。わかっています。特に重要なことについては、常に整理整頓した方がいいです。これらに記入したら、提出できます。うまくいけば、すぐに開始できます。それはワクワクする。あなたは新しい職種できっと大活躍するでしょう。そうだといいね。あなたのサポートがあると、このプロセスが本当に簡単になります。レッスン11、シャトルバス。このあたりのシャトルバスについて聞いたことがありますか？はい、持っています。無料で15分おきに運行しているのでとても便利です。まさに、駐車場を気にせずに移動するのがずっと簡単になります。私はそれが大好きです。環境にも優しく、おまけです。確かに、公共交通機関は二酸化炭素排出量を削減する素晴らしい方法です。さらに、運転のストレスなしに景色を楽しむことができます。後でシャトルに乗って市場に行くかもしれません。完璧な解決策です。計画のようですね。仲間が欲しいなら教えて。私はそれが好きだ。旅がもっと楽しくなるよ。レッスン12、食料品店。今日はお店に行くの？はい、今週の食料品を買わなければなりません。リストはありますか？それとも必要なものを確認する予定ですか？リストはありますが、時々ブラウズして何が目に入るのか見てみるのも好きです。それは良いアプローチです。何か特別なものが見つかるかもしれません。まさに、新しいレシピを試すきっかけになる新しい材料をよく発見します。新鮮な食材を使った料理は、常に味に違いをもたらします。絶対に。さらに、可能な限り新鮮な食べ物を食べる方が健康的です。私も一緒に行かないといけませんよ。一緒に買い物をする方がずっと楽しいです。レッスン13、生鮮食品。今夜の夕食に新鮮なものを買ったのを覚えてる？はい、野菜とパスタをいくつか買いました。素敵な食事になるはずです。美味しそう。新鮮な食材はいつも味を引き立てます。同感です。ちょっと味を足すためにハーブもいただきました。素晴らしいアイデアです。新鮮なハーブは料理を一変させます。まさに、いろいろな組み合わせを試すのが大好きです。あなたがそれらすべての材料を使って何を作るのか見るのが待ちきれません。嬉しいサプライズになるよ、約束するよ。きっと素晴らしいと思います。
あなたはいつも最高のレシピを持っています。レッスン14、より健康的な選択。最近はもっと健康的な食事を心がけていますが、とても気持ちがいいです。それは素晴らしい。私もあなたと一緒により健康的な選択をしようと思います。旅を分かち合うパートナーがいると、ずっと簡単になります。絶対に。私たちはお互いに目標に固執するように動機づけることができます。食事に果物や野菜をもっと取り入れ始めました。それは素晴らしいアイデアです。それらは非常に多くの必須栄養素を提供します。これらの変更を加えたので、私はよりエネルギッシュで集中していると感じています。私も同じことに気づきました。食べ物が私たちの全体的な健康にどのように影響するかは驚くべきことです。今週は一緒に健康的な食事を計画しましょう。レッスン15、人目を引くデザイン。後で市場に行って何が気になるか見に行きます。楽しそう。アイテムのデザインと品質を考慮することを忘れないでください。絶対に。適切に設計された製品は大きな違いを生むことができます。さらに、多くの場合、その背後にある職人技が反映されています。まさに、目立つユニークな作品を見つけるのが大好きです。ストーリーを伝える特別な何かを発見するのはやりがいがあります。同感です。各アイテムには独自のキャラクターを持たせることができます。次回は一緒に買い物に行きましょう。見つけてみたいです。それは素晴らしいことです。あなたのデザインのセンスにいつも感謝しています。レッスン16、パーティープランニング。今週末にパーティーを計画していて、とてもワクワクしています。私たちの友達はそれを気に入るはずです。このテーマについてどのようなことを考えていますか？カジュアルで楽しいものを考えています。バーベキューかもしれません。パーフェクトですね。美味しい食事と仲間を楽しむのに最適な方法です。到着したらみんなの顔を見るのが待ちきれません。友達を集めて忘れられない思い出を作るのはいつも楽しいことです。はい、そしてみんなをホストすることが私の喜びになると確信しています。準備に参加できてワクワクしています。思い出に残るイベントにしましょう。皆さんのご協力に感謝しています。力を合わせて素晴らしいものにしましょう。レッスン17、離婚と子供。子供や離婚に関しては厳しい状況です。わかっている。それは彼らのせいではないし、苦しむ必要もないはずだ。まさに、子供が離婚の原因になることも、それを防ぐこともできない。とても難しいことだ。彼らへの感情的な影響は重大な場合があり、私たちは注意が必要です。このような時期には、親が子供の健康に焦点を当てることが重要です。絶対に。オープンなコミュニケーションとサポートは、彼らの適応に不可欠です。これらの問題において子供たちを優先することの重要性を社会が引き続き認識してくれることを願っています。はい、変化があっても愛され、安心できると感じてもらうことは不可欠です。一緒に、彼らがより理解しやすい環境を作る手助けをすることができます。レッスン18、コンテナの整理。最近、
自分の作業スペースがどれほど雑然としているかを考えています。それはいい考えだ。整理整頓のために小さな容器を用意しないといけません。まさに、すべてにスポットを指定しておくと、本当に違いが生まれます。整理整頓に役立ち、必要なものを簡単に見つけることができます。さらに、スペースをすっきりと整理することは非常に治療的です。同感です。すべてが整っていれば、より生産的な雰囲気が生まれます。このミッションに私も一緒に取り組むべきだ。一緒に楽しいプロジェクトにしよう。それは素晴らしいですね。インテリアに合うスタイリッシュな容器を選ぶことができます。私たちが整理した後、私たちのスペースがどれほど機能的になるのか、ワクワクしています。レッスン19、前払い。先日カフェで私に起こったことを信じないでしょう。ああ、本当に？何が起きたの？はい、私の前に誰かが私のコーヒーの代金を払ってくれたことがあり、それが私の一日をすっかり楽しませてくれました。それはとても親切です。見知らぬ人のために何かいいことをする人がいるのは素敵だ。本当にそうです。次回行った時には、それを前払いしようという気持ちになりました。それは素晴らしいアイデアです。ちょっとした親切な行為が波及効果を生むことがあります。まさに、シンプルなジェスチャーで誰かの一日を明るくすることができることを思い出しました。私はそのスピリットが大好きです。私たち全員をつなぐのはその小さな瞬間です。間違いない。私は外出するたびにそのことを心に留めておくつもりだ。レッスン20、朝のリラクゼーション。私はいつも仕事が始まる前にリラックスできる時間を見つけるようにしています。そうすることで、その日のポジティブな雰囲気を醸し出すことができます。それは素晴らしいアイデアです。オフィスに着いたら、仕事のスケジュールはどのようになっていますか？通常、私は一連の会議で一日を始めますが、穏やかなスタートを切らないとかなり圧倒されてしまいます。想像できます。静かな朝は、忙しいスケジュールの処理に大きな違いをもたらす。まさにその通りで、少しの瞑想やストレッチが心を清めるのに本当に役立つことが分かりました。それは素晴らしいですね。その一部を朝のルーティンにも取り入れることを検討すべきだ。絶対にすべきです。一日をリラックスして始めることで、集中力と生産性が向上します。きっと、その日の課題にもっと自信を持って取り組めるようになると思います。そのバランスを見つけることが全てであり、そのメリットを本当に享受できると思います。レッスン21、多様な生態系。自然界に存在する様々な種類の環境について考えたことはありますか？絶対に。背の高い木々や多様な野生生物が生息する典型的な森があります。はい、それから暖かい砂漠で育ち、周囲に適応するサボテンのようなユニークな植物もあります。それは魅力的だ。それぞれの生態系に独自のルールや生命体があるのは驚くべきことです。最後に、緑豊かな植生と活気に満ちた野生生物を誇る亜熱帯地域があります。それぞれのエリアで自然の驚異的な適応性が示されているところが気に入っています。これはまさに、地球上の生命の回復力の証です。これらの生態系を理解することは、
保全努力の重要性を理解するのに役立つと思います。まさに、これらの多様な生息地を保護することは、自然のバランスを保つために不可欠です。レッスン22、効果的なワークアウト。運動するときは、ウォーミングアップとクールダウンを含めて通常1時間半ほど過ごします。それはバランスの取れたルーチンのようですね。ワークアウトはどのように構成していますか？筋肉を整えるためのウォームアップから始め、次に主なエクササイズに取り掛かります。それは賢い。適切なウォームアップは、怪我を防ぎ、パフォーマンスを向上させるのに役立ちます。絶対に、そして体の回復を助けるためにいつもクールダウンで締めくくります。体が休息状態に戻る時間を与えることが重要です。これらのフェーズに時間をかけると、全体的なフィットネスが本当に向上することに気づきました。私も間違いなくそれを始めるべきです。成功の秘訣のように思えます。違いを感じるでしょう。私を信じてください。一貫性と注意がすべてです。レッスン23、説得とコミットメント。時々、自分の視点でお互いを説得しようとするのではないかと考えていました。それは面白い。特にディスカッションでは、異なる視点へのこだわりがしばしばあります。その通りです。そして、そのコミットメントは効果的なコミュニケーションを助けたり妨げたりする可能性があります。お互いの意見を尊重しながら、共通点を見つけることが重要です。同感です。他人の視点から物事を見ることができれば、相互理解への扉が開かれます。本当にそうです。建設的な対話を行うことは、より良い解決策につながります。そして時には、合意に達するために妥協することが重要な場合もあります。これは、特に個人的な関係と仕事上の関係の両方において、身につけるべき貴重なスキルです。確かに、協力的な雰囲気を醸成することは進歩にとって不可欠です。第24課緊急避難訓練。ホテルでの緊急避難訓練について聞いたことがありますか？私にとっては結構な経験でした。はい、私もその一部でした。そのようなことに参加したのは初めてで、とても啓発的でした。同感です。彼らがすべてを整理した方法のおかげで、実際に起こりうるどんな緊急事態に対しても、より準備が整っていると感じました。絶対に。彼らが手順を明確に説明し、プロセス全体を案内してくれたことに感謝しました。ホテルのスタッフは安全を真剣に受け止め、予期しない状況に備えて計画を立てていることを知って安心しています。まさに、万が一何かが起こったら、何をすべきか、どこに行くべきかが正確に分かっていることを知っていると、より安心しました。そして、練習自体は驚くほど効果的でした。緊急時に冷静さを保つことがいかに重要であるかを私は理解していませんでした。はい、冷静さを保つことは非常に重要であり、ドリルはその考えを強めるのに役立ちました。準備することの重要性に本当に目を開かせてくれました。確かに、命を救うことができるので、このような訓練にみんなが参加するのは良い考えだと思います。レッスン25、ジムのメンバーシップ。今年はフィットネスの目標に集中するために、別のジムのメンバーシップを取得することを検討していました。それは堅実な計画のように思えます。このメンバーシップの予算について考えたことはありますか？
はい、お金をかけずに素晴らしい施設を提供する場所に投資したいと思っています。それは理にかなっています。お金に見合う価値を提供しながら、予算に合ったジムを見つけることが不可欠です。まさに、トレーニングを面白く続けられるように、様々な設備やクラスがある場所を探しています。多様性が重要です。退屈を防ぎ、フィットネスルーチンを続けるモチベーションを維持するのに役立ちます。同感です。それに、特に新規会員向けに特別割引やプロモーションを提供しているジムもあると聞きました。それは本当です。ジムのメンバーシップをより手頃な価格にするようなお得な情報を常にチェックする価値があります。絶対にそうするよ。経済的にも雰囲気まとにも、自分に合ったジムを見つけたいです。レッスン26、フレーバーの強化。最近、いくつかのベーキングレシピを試していますが、私の作品には何かが欠けているような気がします。風味を出すためにバニラエキスを加えてみるといいかもしれません。多くの焼き菓子の味を本当に高めることができます。それは素晴らしいアイディアだ。バニラは甘さを引き立たせ、デザートに深みを与えると聞きました。絶対に。普通のレシピを特別なものに変えることができる魔法の材料の一つです。こんなに違いが出るとは思いもしませんでした。焼くときによく使うの？はい、そうです。特にクッキーやケーキでは、小さじ1杯で世界が変わると思います。次回は絶対に試してみます。私のベーキングを上達させるために他におすすめのコツはありますか？バニラ以外にも、新鮮な食材を使用し、正確に測定することも最終結果に大きな影響を与えます。心に留めておくよ。私は本当に自分のベーキングスキルを磨き、美味しいお菓子で友達を感動させたいと思っています。レッスン27、仕事のストレス。ねえ、最近仕事がどれほどストレスが多いか気づきましたか？いつも何か新しいものがあるように感じます。私が持っている。作業負荷が大幅に増加したようで、時にはかなり圧倒されることもあります。まさに、燃え尽き症候群にならないように、そのストレスを効果的に管理する方法を見つけることが重要だと思います。絶対に。休憩をとり、マインドフルネスを実践し、整理整頓することは、そのプレッシャーを和らげるのに本当に役立ちます。はい。忙しい時にお互いを支え合うことは、私たちの全体的な健康に大きな違いをもたらすことができると私は信じています。間違いない。私たちの経験を共有するだけで負担が軽減され、私たちだけではないことを思い出させてくれます。この会話ができて嬉しいです。混乱の中でメンタルヘルスを優先することが重要です。確かに。長い1週間を過ごした後、お互いに確認し合い、一緒にリラックスする方法を見つけましょう。私はそのアイデアが大好きです。力を合わせれば、バランスとレジリエンスを育む支援的な環境を作ることができます。レッスン28、趣味と興味。ねえ、仕事以外に趣味や興味はありますか？あなたが楽しんでいることについてもっと知りたいです。はい、私は絵を描くこととギターを弾くことを楽しんでいます。どちらも創造的に自分を表現することができ、長い一日の後にリラックスできます。それは素晴らしいですね。バランスの取れた生活を維持し、ストレスを解消するには、
クリエイティブな手段がとても重要だと思います。絶対に。絵を描くことで想像力を広げることができ、音楽を演奏すると喜びが得られ、他の人とつながることができます。感心するよ。ずっと楽器の弾き方を学びたいと思っていました。いつかコツを教えてもらえませんか？ぜひそうしたいです。完璧さを気にせず、楽しむことがすべてです。喜びはその過程にあります。完全に同意します。自分の心に響く趣味を見つけることは、信じられないほど充実感があり、やりがいがあると思います。はい。同じような興味を持つ新しい人々と出会い、コミュニティの感覚を育むのに最適な方法です。あなたの芸術の旅についてもっと知ることができてワクワクしています。私たちの情熱を追求し続けるために、お互いに刺激を与え合いましょう。キャンプの好み。私の両親は休暇に行くとき、キャンプではなくモーテルかホテルに泊まることをよく選びます。それは面白い。モーテルの快適さと便利さを好む人もいれば、屋外でのキャンプの冒険を楽しむ人もいます。はい、個人的な好みにもよると思います。星空の下で寝るというアイデアが信じられないほど魅力的だと感じる人もいます。絶対に。キャンプでは自然と触れ合い、ユニークな方法で素晴らしいアウトドアを体験できます。私は両方の体験を楽しんでいます。モーテルは長い一日の探索の後に居心地の良い隠れ家を提供し、キャンプは冒険心をもたらします。それは素晴らしい視点です。それぞれの選択肢には独自の魅力があり、休暇の過ごし方にバラエティがあるのはいいことです。はい。テントで寝ていようと、快適なベッドで寝ていようと、自然の美しさを鑑賞することは重要だと思います。間違いない。両方を組み合わせた旅行を計画しましょう。キャンプから始めて、その後はモーテルでリラックスできます。私はそのアイデアが大好きです。自然を楽しみ、リラックスできる快適な場所を作ることができるので、両方の長所を生かすことができます。レッスン30、競技スポーツ。アスリートが重金属のボールをできるだけ遠くに投げようとするイベントについて聞いたことがありますか？これはかなり印象的な競技です。はい、持っています。これは砲丸投げイベントの一部で、このような距離を保つための強さとテクニックを見るのは魅力的だと思います。まさに、アスリートがパフォーマンスを最大化するには、体力と適切なフォームを組み合わせることが本当に必要です。絶対に。ちょっとした計算ミスが勝敗を分けることもあるので、すべてはテクニックの問題です。これらのアスリートがトレーニングにどれほど熱心に取り組んでいるかに感心します。このような厳しいスポーツで活躍するには、多くの規律が必要です。はい。そのレベルで戦うために必要な精神的な集中力は、フィジカルトレーニングと同じくらい重要です。同感です。彼らが限界に挑戦し、個人記録や世界記録を破ろうと努力しているのを見るのは刺激的です。間違いない。このようなイベントは、信じられないほどの人間精神と陸上競技における卓越性の追求を示すものです。これらの大会が時間とともにどのように進化していくのか楽しみです。このスポーツで新しい才能が現れるのを目の当たりにするのはいつもスリル満。